こんにちは、革靴のケンです。今日はですね、一枚革で作ってめちゃめちゃシンプルなこの靴の釣り込みから唐毛縫いをやっていきます。唐毛縫いというのはですね、すくい縫いの代わりなんですけど、この靴はウェルトはつけない巻き系製法にしようかなと思っているので、普段のハンドソンウェルト製法の縫い方とは違うんですが、その辺をやっていきたいと思います。まずは釣り込みですね。これが前回作ったアッパーです。こうミシン目が表には全く出てないのでめちゃめちゃツルッとしてます。でこれがかかとの芯ですね。でこれつま先の芯です。それとこれが木型ですね。僕の友人なんですけど、かなり癖のある感じの足で、幅は結構細めなんですけどかかとがでかいんですよね。ちょっとね外側に倒れてるような感じで、なかなか木型も難しかったんですけど、一応こんな感じでできてるので、この木型に釣り込んでいきます。まずはかかとの芯を入れます。じゃあ釣り込んでいきます。こんな感じでかかとの釣り込み終わりました。完全な一枚革なのでシームレスですね。ここはね、やりたくなかったんですけど、どうしてもやっぱりかかときれいに釣り込むためにはかかとのね下がり止めが必要なんですよ。でいつもこの辺にライニングを残しておくんですが、今回のデザインだとちょっとここにねライニングを残しておけなかったので、ここに釘1本だけ打ち込んであります。穴開いちゃうんですけどね、これはハンドメイドならではの証ということでいいことにします。でかかとができて、次つま先いきます。このアッパーをよいしょ裏返していきます。で今こんな感じですね。このライニングを先に釣り込みます。ここにボンドを塗ってつま先の芯を入れていきます。
これでつま先の芯を吊り込んで乾きました。釘を抜いて芯の調整していきます。まずはこの芯の境目のところ、ちょっと段差になりやすいので目立たないように削っておきます。はい、芯ができたので、最後、つま先の吊り込みやっていきます。ちょっとこのアッパーの裏側は濡らしておきます。はい、吊り込み終わったので、釘を倒していきます。吊り込みが終わりましたんで、早速なんですけど、縫っていきたいと思います。からげ縫いってやつですね。からげる。からげるの意味ちょっとよくわかんないですけど、こうぐるぐる螺旋状に縫っていく方法で、フェルトはつけません。今のこの吊り込みの釘を外すために、こう糸に変えながら、こうアッパーと中底を固定していきます。作業としては、すくい縫いよりはかなり楽です。アッパーと中底にこうやってね、穴を開けて、そこにこんな感じで糸を螺旋状に通していきます。形成法は中底とアウトソールを縫い付ける方法なので、その時にね、この吊り込んだアッパーも一緒に縫えるんですよ。なので既成靴とかだとアッパーの吊り込みは接着で留めて、そんでソールを貼り付けて巻き毛縫いをして、本底をね縫い付けるのと同時にアッパーも縫い付けちゃうみたいな場合が多いです。なのでここのからげ縫いは必須じゃないんですけど、アッパーは糊でしかくっついてない状態になるんで、例えばオールソール修理みたいなのした時にアッパーが中底から取れちゃう可能性はありますし、
縫い付けると少しアッパーがね中底にグッと寄ってくるんですよ。なのでこの唐木縫いをやることでより釣り込みがしっかりされるというね効果もまあ多少はあるかなと思います。何よりもこうやってしっかり縫い付けておくと安心です。はい、唐木縫いまで終わりました。釣り込みから一気にいきましたね。こんな感じで、ここはね全く継ぎ目がないんで本当にツルッツルですね。ここにだけ継ぎ目が1本あります。かかとはこんな感じですね。前から見てこんな感じです。でこの履き口のラインにもこの継ぎ目にもミシン目っていうのは見えてないんですよね。極限までシンプルを突き詰めたデザインですね。風順は男なんですけど、この靴はちょっと女性もののパンプスみたいな雰囲気も漂ってますね。という感じで釣り込みから唐木縫いまで完了です。いや型紙からねなかなか難しくて靴の形になるか若干不安はあったんですけど、すげえ綺麗。装飾後手ごとのやつもいいんですけど、こういうめちゃめちゃシンプルなのもいいですよね。今日はこんな感じで本日の革靴の件でした。ではまた。